どうもこんにちは、川勝健です。今日は靴職人として、そしてその前は靴好きとしてさまざま靴を集めたり買ったり履いたり作ったりしてきた僕の経験から、革靴に関するよくある質問や革靴をあまり知らないという方、もしくはよく知ってるけどまだ知らないことがあるかもしれない方に向けて、いろいろ質問にお答えしていきたいと思います。今回は、質問してくださるのはこちらにいらっしゃるんですが、同じ革靴系 YouTuber として、ご活躍されているカール博の今さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カール博の今さんはですね、そういったご自身で革靴系の YouTube やられてて、僕のビスポークシューズも注文していただいたこともありますし、なんといってももう数年前から、かなり昔から応援してくださっているプロリスナーということなので、今日は視聴者代表ということでいろいろ質問を考えてきていただきましたので、それに答えていきたいと思います。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあまず最初の質問なんですけども、靴でいうと代表的なものとしてスニーカーが挙げられると思います。でスニーカーと革靴って全然違う履物だと思うんですけど、まずスニーカーと革靴を比較してみて、どういうところが違うのかいくつか教えていただけますか？はい、スニーカーと革靴ですね。やはり最近はスニーカーブームというのがあるんで、スニーカー履く方、そして革靴を履かなくなった方がだいぶ増えたと思うんですけど、やはり大きな違いは、見た目と履き心地じゃないですかね。見た目でいうとやっぱりスニーカーっていうのはポップなデザインのものが多いし、色合いも華やかな白とか、あと黄色とか水色みたいな革靴ではまず見ないような色が多いですよね。でファッション性が高くて、そういうブランドアイコン的な存在にもなると思うんですけど、革靴っていうのはやはりそういう見た目の面で言うと本当にクラシック、100年前から基本的には変わってないフォルムで作ってるし、デザインもやっぱり保守的というか、黒と茶色ばっかりだし、そういうのは見れば分かると思うんですけど、そういうところで、なんでそういったデザインの違いになるかって言ったら、やっぱり履き心地も影響してると思うんですよね。革靴もスニーカーもどちらも革を使いますが、スニーカーの場合使わない場合もありますけど、履き心地として革靴の場合は硬さがメインというか、いい意味での硬さがあると僕は思います。でスニーカーは逆にあんまり硬さがない、全体的に柔らかくてふわふわして気持ちがいいみたいな、そういうイメージ持っていらっしゃる方多いと思うんですけど、履き心地で言うなら革靴は足にぴったり沿って足の性能を引き出すというか、足のままで歩くような感覚に近いかもしれないですね。スニーカーはクッションだったり、クッションですね、ゴムでこの足をサポートするような感覚が僕にはありまして、なので歩く時の感覚からすると革靴は結構ダイレクトです。地面の感覚をより感じます。スニーカーは割とふわふわしていて、それってどちらも良さで、革靴の方が自分の思うように歩くことができる。一方でそれだけ振動というか衝撃がダイレクトに来るんで、疲れることもありますね。逆にスニーカーはそういったところをクッションが吸収してくれるんで、疲れにくいっていうのもありますが、逆にそのクッションに余計な力を取られてしまって逆に疲れるみたいなことも起きるのかなっていうのが、その履き心地の僕の考えですね。そう履き心地でいうと、多分多くの人がスニーカーは疲れにくくてたくさん歩ける、革靴は痛くて硬くて疲れるみたいな風に思っている人も多いと思うんですけど、実はそうじゃないよ、革靴もその履き心地の面でスニーカーにはないいいところがあるよというお話だったと思うんですけど、実際にそういう履き心地のいい靴に自分が出会うにはどうすればいいですか？そうですね、結局のところ革靴もスニーカーも履き心地がいい靴もあれば悪い靴もあるんで、それは革靴スニーカーに限らずそうなんですけど、それなんでそういうことが起きるかっていうと、そもそもの作りがあまり足のことを考えてない靴っていうのも残念ながら世の中に結構あって、それによって誰が履いても靴が起きやすいとか、疲れやすいっていうことが起きる靴は実際にあります。あとはもう一つは木型っていうのが靴作りには大事で、これは革靴もスニーカーも同じように木型を使いますね。靴の原型となるもので、木型っていうぐらいなんで、こういうふうに木でできてるのが昔、今は樹脂で作るんですけど、こういうふうに木で作ってある木の型ですね、これに靴の皮を沿わせていくと立体になるんですね。だからこの木型が
自分の足に合っているかどうかっていうのが一番大事で、この木型が合っているかどうかっていうのはそれぞれの人の足によって違うんで、例えば友達があの靴履き心地いいよって言ったとしても、それが必ずしも自分に合うかどうかは分からない。じゃあどうやったら分かるのかって言ったら、やっぱり試着してみる以外にはないんですよね。店に行って実際に履いてみる。サイズっていうのは26センチとか25センチとかっていうサイズはサイズ表記としては一応あるんですけど、本当に難しくて、サイズっていうのはサイズというのは基本的に長さのことしか言ってないんで、足の形状のことは何も表してない。足がすごく幅広の人、高高の人、逆に細い人もいるので、そういう人が全て同じサイズを履くわけにはいかないんですよ。だからそういう人にそれぞれその足の特性に合った木型の靴なのかどうかとか、ちゃんとそこの幅まで含めたサイズを選べるかどうかっていうのはやっぱり試着をして実際に足を入れてみて確かめるしかないんですよね。足を入れてみてもまだ実際は不十分で、靴って馴染んでいくので、スニーカーも革靴も。だからその馴染んだ後にどうなるかっていうのは正直なところ履いてみないとわからないっていうのも実際あります。本当に靴選びを難しくする要因で、そのお店でこれいいと思っても結局ダメっていうことあるんですよね。服の場合ってそういうことってあんまりないと思いますけど、靴っていうのはやっぱりそういうことが起きるんで、たくさんいろんな靴を試着してみるっていうのがまず一つと、あと信頼できるそういったちゃんと分かっている店員さんがいるところで買うっていうことですかね。サイズの話が出たので、はい、スニーカーのサイズだと28センチとか30センチで履いてた人が革靴に同じサイズを持ち込むと全然ブカブカだよって言われて、でそのスニーカーで履いてたサイズから2センチも3センチも小さい革靴を勧められたっていう経験がある方もいらっしゃると思うんですけど、なんで革靴はスニーカーよりも小さいサイズで履いた方がいいんですか？ですね、これ自分はスニーカーも革靴もサイズ一緒なんですよ。それは、僕の足がそうなのかもしれないけど、基本的にちゃんとこのサイズ感っていうのが適正に自分の中で分かっていれば、スニーカーも革靴も基本的には同じサイズになるんじゃないかなと思います。ただならない場合としては、スニーカーって結構調整の範囲が広いから、ちょっと大きく履いても紐締めれば履けちゃったりとか、あとかかとのあたりにクッションが入っててホールド感が強いというか、スポッて履いても意外とこうクッションで脱げなく履けちゃったりするんで、だから大きく履けることもあるのかなと思うんですけど、靴作りの概念としてはスニーカーも革靴も基本的にはサイズ、特にメーカーが出しているのは実規格にのっとってるはずなので、一応同じ足型の平均っていうかデータに基づいて作ってるはずだとは思いますね。そういう意味では革靴の方がサイズ感はシビアかもしれないですね。自分に適するサイズっていうのはワンサイズこれでって確定しないといけない。スニーカーの場合はちょっと余裕を見て小さくしても大きくしても結構履けちゃったりする。でもそれがサイズが合ってるかっていうとそうではないんで、だから革靴履いてこんなにサイズ自分小さくないよって、だから普段履いてるスニーカーから比べると小さすぎるからいつものスニーカーのサイズぐらい買おうって思う必要は全くなくて、革靴は革靴のフィッティングでサイズっていうのはそれはそれで決まるんで、革靴のサイズで買ってください。さっきスニーカーってなんかポップで軽快な印象で、革靴はこうクラシカルで保守的なデザインが多いみたいな風におっしゃってたと思うんですけど、革靴ってスーツとかビジネスの場で着用するイメージが皆さん圧倒的に多いと思うんですけど、革靴を私服に合わせたりとかカジュアルにスニーカーのように履ける革靴っていうのもあるんですか？そうですね、スニーカーのようにというとまたちょっと違いますけど、やっぱりどうしても革靴とスニーカーというのは別物なんで、スニーカーのような革靴っていう革靴をスニーカーに寄せていくとかそういうのとはまた違うんですけど、スーツではなくカジュアルな服に合わせられる革靴っていうのはもちろんあります。それはスニーカーでいうところのカジュアルさというのとはまた少し違うものだと思いますね。スニーカーでいうさっきのポップ軽快なみたいなっていうのはやっぱり見た目の色彩やデザインの新しさみたいなところに現れますけども、革靴でいうカジュアルさっていうのは革の色が薄くなっていく、茶色が薄くなっていく、あとはちょっと変わった色でネイビーとか緑とか、そういう通常のビジネスシューズとしては黒か濃い茶あたりだけど、そこから外れたもの
みたいな選び方になっていきますし、デザイン的にもフォーマルとされる革靴のデザインとカジュアルとされる革靴のデザインって結構グラデーションでたくさんあるんで、そういった素材の色や素材の質感、デザインの違いによって革靴の中でもかなりカジュアルに寄った革靴っていうのはありますね。そういうのは逆にスーツには合わないような革靴っていうのは世の中には存在しています。じゃあ実際に革靴を初めて買いたくなりました。まずどこで革靴探せばいいですか？そうですね、やっぱりさっきね話したように、何よりも試着ができる、自分の足に合ってるかどうかを確かめられるというのが一番大事なので、既製品を買うんであればやっぱり品揃えの多い、百貨店とか、あとは百貨店はイランのブランドは使ってますけども、そうではなくて例えばスコッチグレインとかリーガルみたいな大手靴メーカーのショップ専門店ですねに行くと、かなりの足数、いろんな形の靴が売ってますんで、そういうところでたくさんちゃんとね試着してもらえる、なんか試着を嫌がるようなところはやめて、ちゃんとどうぞどうぞ履いてくださいって確かめてくださいっていうところに行くのが安心かなと思いますね。絶対にお勧めできないのは最初にネットで買うことですね。僕もめちゃくちゃネットで買ってったんで、昔数百足買ったんですけど売って買ってを繰り返したんですけど、やっぱり自分それだけ買っていて、自分のサイズ感っていうのはほぼほぼ分かっているのにもかかわらず、やっぱり失敗することって全然あるんで、だから自分の普段履いてるサイズこれぐらいだからってネットで注文すると結構失敗するかなと思いますね。じゃあ実店舗に行って靴を買いましょうっていろいろと見ていったら、結構値段がたくさん差があって、安いものだと1万円切るようなものから高いものだと10万円近いものまであったんですけど、最初の一足って何万円ぐらいの靴を買えばいいですか？これは非常に難しいですね。というのも、そもそも足に合うものが高いとは限らないっていうのと、単純に値段だけがその質を表しているわけではないっていうのがありますね。足に合うかどうか、質がいいかどうかっていうのは値段には直結してないですね。その上で言うんであれば、それなりにちゃんと使える、長く履けるいい革靴とされるものが欲しいということであれば、3万円後半ぐらいは見た方がいいと思いますね。最低でもやっぱりどうしてもその辺ってちゃんとした素材を使う最低ラインなんですよね。革靴の値段っていうのは作りとかブランド、そして素材の質っていう、大きく分けると3つあると思うんですけど、その3万円後半を切るような靴っていうのはどうしてもその全部が達成されないというか、革の質が悪いと長く履けない、耐久性悪くなりますし、作りが良くないともちろんそれも同じことだしということで、最低でもそれぐらいは出さないと、例えば車が200万円出さないと買えないみたいなのと同じレベルの話かなと思いますね。その上でじゃあ10万円、上は見れば10万円もあるっていう話なんですけど、やっぱそこは履き心地にこだわってるメーカーもあるし、革の質にこだわってるメーカーもあるし、あとはそれだけブランド力がある、あとは輸入物で関税ちょっと高めについてるみたいな、でもだからこそブランド力があるみたいな、そういうのもたくさんあって、そういうところはですね、正直なところ3万円4万円ぐらいから10万円ぐらいっていい点もあり悪い点もありみたいな靴たちかなと思うので、4万円とか5万円とかって革靴の中では比較的安めになってしまうんですが、そういう安さももちろん価値なんですけど、やっぱり値段が高くなれば物も良くなったりっていうのもあって、でも逆にこの値段だけどこれかみたいなのもあったりするんで、その辺はどれがおすすめっていうのは一概には言えないですが、最低それぐらいの金額は見てほしいところですね。本革と合皮の靴があると思うんですけど、合皮の靴ってどうなんですか？正直言って合皮は絶対になしですね。これもう絶対ですね。個人の感覚とかではなくてやめた方がいいですね。めちゃくちゃ劣化します。革の良さっていうのは耐久性で長く使えるっていうところと、あともう一つ大事な部分があって吸湿性っていうのもありますね。汗を吸ってくれる。でそれによってやっぱり馴染んでいくんですけど、合皮っていうのはめちゃくちゃ劣化する、必ず劣化するんですよ。使っても使わなくても必ず劣化すると決まってるんで、そのうち表面が剥がれてボロボロになります。だし、汗を吸う力っていうのはない、ほぼないし、馴染んでいくみたいなのもあんまりないですね。本革に比べると。その分だからこそ安いんですけど、そこは革靴を
履くならというか正直言って合皮の存在価値って安い以外にあんまりないんですよ。一部あったりもしますけど、合成皮革ってやっぱりこう大量生産していく中でコストを下げていかにたくさん作って売るかで生まれたものだと思うんで、ほぼほぼ多少質が悪くても絶対に本革の方がいいです。質のいい合成皮革と質の悪い本革だったらそれでも本革の方がいいぐらい合成皮革はやめた方がいいですね。じゃあ靴底ですね、本底も本革、革で作られている革底のものと、あとはラバーがついているものとかレザーにラバーがついているものもあると思うんですけど、それもやっぱり革で作られた底の方がいいんですか？いや、これに関してはどちらがいいっていうことはないですね。要素としては2つ3つぐらいあるかなと思うんですけど、1つは気持ちの問題、思考性ですね。こだわりの世界です。レザーソールで作られた靴が好きかどうか、レザーソールの履き心地が好きかどうか、見た目が好きかどうかみたいなところが一つと、あともう一つは機能性ですね。履き心地の面で言うと、レザーソールってやっぱりラバーソールに比べて革なんで馴染んでいくんですね。だから長く履いていくとレザーソールの方がこう足に合っていく感覚っていうのは得られると思います。ただレザーソールっていうのはどうしても滑るし、減りも早め、ということで、そういう点では機能性という面ではやっぱラバーソールは優れてるんですよね。グリップ力があるし、雨を通さないし、レザーに比べて減りも少ない。ここは本当に自分がどういう靴を欲しいか、どういう場所で使うかによって決まるのかなと思いますね。次にその靴を買う時っていい靴一足買ってずっと毎日同じ靴履いちゃダメっていうのを見たことがあるんですけど、最初に3万後半から4万の靴を2足とか3足一気に買った方がいいんでしょうか？そうですね。例えば4万円の靴を1足買って1年間毎日履くのと、まとめて3足買ってローテーションして3年履くの、これって当番日数としては全部365日だと思うんですけど、絶対に最初に3足買ってた方が長持ちしますね。これは何でかっていうと、革靴って、ね、想像していただければ分かるんですけど、毎日履いて地面を踏むじゃないですか。そうすると靴底も減るのは当然のこととして、どうしても汗かきますよね。で、汗が溜まります。この汗っていうのは結構革靴にとっては敵で、汗かくこと自体、濡れること自体はいいんですけど、それを放置しておくっていうのが良くなくてですね、すごく劣化が早まりますね。雨に濡れたまま、汗に濡れたままっていうのはすごく革を傷める原因になるので、例えば3足買って3日に1回履くことにすると2日乾く時間ができるんで、その間に革靴が吸った雨をしっかり蒸発して乾燥させること、これだけでも持ちは全然違いますね。3足とか靴を買いましょうってお話で、いろんな色、いろんなデザイン、いろんな形の靴がたくさんあると思うんですけど、最初におすすめの革靴のデザインとか形とか色とかってありますか？そうですね。例えばじゃあ仕事でスーツを着る、でそれ用の靴がとりあえず1足欲しいっていうことであれば、やはり一番おすすめするのは黒のストレートチップというデザインですね。これ一番フォーマルドレスなデザインということで、冠婚葬祭ビジネス全て OK です。最近は別に冠婚葬祭もストレートチップじゃなくてもみたいな雰囲気もあって、別に言ってくる人もいないとは思いますけど、一応原則としてはそういうことになってますね。で逆に、スーツあんまり着るけどそんなに当番回数多くないし、スーツといってもそんなかっちりとしたビジネススーツではないという場合は、むしろダークブラウンのそうですね、セミブローグとか、あとはエプロンダービープレーントぐらいの感じがおすすめですね。なぜかというと、黒だとやはり私服デニムとかだとちょっと浮きますね。デニムはまだ濃いめだったらいいですけど、チノパンとかカーゴパンツみたいなやつにすると、ちょっとやっぱり黒のストレートチップって、ストレートチップじゃなくても黒ってちょっと浮く場合があるんで、少し色をカジュアルに寄せてダークブラウンぐらいであれば、デザインによらず比較的スーツもカジュアルもいけると思いますね。革の色の中でも黒から濃い茶色ライトブラウンというふうにこのカジュアル化に向かっていくグラデーションあるし、デザインの中でもストレートチップ、セミブローグ、フルブローグみたいなこういうグラデーションがあるんですよね。こっちがフォーマル、こっちがカジュアルみたいな。
こういうグラデーションがある中でどの辺を選んでいくかっていうのが結構この革靴選びの面白いところでもあるんですけど、スーツに履くことも考えるとこっちのちょっとフォーマル寄りだから色味的にはダークブラウンで、あんまりカジュアルすぎないデザインということで、セミブローグとかプレーンと言ってもエプロンダービーぐらいを選ぶとどんな時でも使えると思います。スーツにローファーって合わせない方が無難ですか？そうですね、最近は割とちょっと短めのアンクル丈のスラックスみたいなのに素足見せてタッスルローファー履いてるみたいな結構見ますけど、一応トラディショナルなところからいくとアウトらしいですね。僕も全然そういうファッションやりますけども、一般的な会社勤めとかであってスーツを着る場合はローファーよりもやはり紐靴の方がおすすめですよね。実際に働いてみて周りの雰囲気を見て少しずつそうですね、自分も調整していくみたいな感じなのかもしれないですね。わかりました。そしたらじゃあ靴と一緒に買った方がいいものってありますか？そうですね、やはり日々のメンテナンス、軽いメンテナンスは自分でパッとできるのが最もいいと思うので、靴クリームと靴ブラシですね。これは靴クリームであれば最低1個ニュートラル無色でどんな色にも使えるっていうやつと、靴のブラシ、豚毛のブラシを1本、あとは適当な布でいいんで、ボロ切れでもいいんですけど、それがあるこの3点セットがあると、最低限のことはできるかなと思いますね。あともう1個言うとしたらシューツリーですね。シューツリーっていうのは、靴でいうハンガー的な存在なんですけど、畳む服もありますけど、スーツとかってちゃんとハンガーにかけて吊るしておきますよね。それなぜかというとシワが入らないため、型崩れを防ぐためじゃないですか。それと同じように靴にもハンガー的存在としてシューツリーがありまして、靴を脱いだ後にこの靴の中に入れて崩れた形をちょっと伸ばしてやる、シワが入ったところを伸ばしてやるっていうのがあると長持ち度は増します。なぜかというと、やっぱり一番革の劣化の原因の一つは乾燥なので、靴クリームでケアすることが第一なんですが、次にシワのひび割れっていうのが起きると、長期的に使っていくことを考えるとダメージがどんどん蓄積されてきますね。この靴のシワっていうのはここの歩くって曲がる時にできるシワですけど、これがシワが入ったまんま放置しておくとシワが固着するというか固まっちゃって、長く使っていくとそこのシワから皮がひび割れるんですよね。で最悪穴が開きます。これ起きるともう修復不可能なんで、それがなるべく起きないようにしっかりシワを伸ばすということでシューツリーがあるとベストですね。靴のクリームってネットとかで見るとすごいたくさん種類があると思うんですけど、最初に買うべきクリームってどういうクリームですか？そうですね、靴のクリームって、種類でいうとデリケートクリームっていうやつと乳化性クリーム、油性クリーム、ワックス、あと他にもいろいろあるんですけど、大きく分けると4つぐらい種類があって、もしどれか1個買うんであれば乳化性クリームがおすすめですね。乳化性クリームっていうのはそれを塗れば油も水分も補給できて、でさらに光沢感も出ます。デリケートクリームっていうのは逆に光沢感は出ないし、油性クリームっていうのは水がないんであんまり水分は含まれない。だからそれもそれでいいんですけど、使いやすいのは塗り心地とかも使いやすいのは割と乳化性クリームがおすすめですね。で各社いろいろ出してますけど、サフィールやモーブレーやらコロンバスやらで出してますけど、その辺の大手メーカーだったら基本的に何買っても間違いないんで、安くても大丈夫なんでそれ1個買って使ってみて、で他のどうなんだろうって気になったらそれもちょっと買って別な色とかで買って使ってみて、使い心地こういう感じなんだみたいなのを知っていくと面白いかもしれないですね。さっきスコッチグレインとかリーガルっておっしゃってましたけど、最初の一足としてはインポートの海外で作られたブランドの革靴よりも国内のブランドの方がおすすめですか？これも一概には言えないんですけど、ちなみに僕は一番最初に本格靴、割とちゃんと作られた靴として買ったのはリーガルでした。というのもやっぱりリーガルといえば高級靴みたいな僕イメージありましたし、リーガルってたくさん店舗があって見る機会も多かったし、リーガル欲しいなってずっと思ってました。で買って、でリーガルの靴はよく履いてました。でそれはそれですごく満足してたんですけども、じゃあリーガルやスコッチグレイン先に買う方がいいのかって言ったらそういうことでもなくて、僕のイメージなんですけど、やはりインポートもの、イギリス製とかっていうのは
ブランド名で言うとクロケットン・ジョーンズとかトリッカーズとか、ジョン・ロブやエドワード・グリーンとかって、値段は国産に比べると高いんですけどかっこいいんですよね。フォルムがデザインがかっこいいなと僕の印象ではあるんですね。リーガルでもかっこいいのももちろんあるんですけど、靴っていうのは履いて自分のスタイルにする、履いてテンションを上げるものでもあると思うんで、そういうかっこよさを求めるということであれば全然インポートものでもありです。最初の1足目が。あとはフィッティングの面で、国産のやつってやっぱり日本人の足に合わせて作られてる場合が多いですね。でそういうふうに歌ってる靴メーカーも多いし、実際そうだと思いますね。で逆にインポートものって外国人の足に合わせてるんで、僕オーダー靴やらせてもらってて海外の人の足も見たりもすることあるんですけど、明らかに違うんですよ、足の形が。もう骨格レベルで違うんですよね。それももちろん個人差あるんで、人によっては、外国人だけど日本人的な足してたり、日本人だけど外国人的な足してる人もいるんですけど、傾向としてやっぱり人種の違いっていうのが、当たり前ですよね。背が違う、平均身長も違うし顔も違うんだから足の形も違って何らおかしくないと思うんですけど、そういうふうに海外の靴メーカーはそこの土地の人種の多くいる足に合わせて作ってるんで、インポートものは合わない場合があるんですけど、逆に合う場合もあるんで、それは本当にどうしてもリーガル合わなくてジョン・ローしか合わないみたいな人もいたりするんで、日本人なのに。だからそこはまずフィッティングが合う靴、そして自分が気に入った靴で、それが日本製だったら日本製いいじゃないですか。国産の方が、基本的には価格も安いし、質はいいのは確かだし、そういうことで人によって様々だと思いますね。靴の作り方、なんとか製法っていくつかあると思うんですけど、初心者におすすめな製法とかってありますか？そうですね、この動画で話してる、3万円後半ぐらいは出してほしいところですっていう、これで自動的にある程度製法って限られるんですね。世の中にはいろんな製法があるんですけど、その最低ラインに行くような製法っておそらくグッドイヤーウェルテッド製法って言われるものだと思います。グッドイヤーウェルテッド製法は逆に言えば1万円とかではほぼ無理なんで、その価格帯には存在しないですね。一番安いぐらいの価格帯ではセメント製法っていう靴底を接着だけで留めている製法ですね。これが主流だと思います。でグッドイヤーウェルテッド製法はちょっと高くなるんで、高級な作り方なんだなって、実際そうなんですけど、これ正直なところどっちがおすすめっていうのもねパッと言えないんですね。なぜかというとセメント製法の良さも実際はあるんですね。これがでグッドイヤーの良さもあるし悪いところもあるんですね。じゃあグッドイヤーウェルテッド製法、一般的にはすごくね高級靴に使われるいい製法だと言われてるんですけど、それ間違いないんですけど、デメリットとしては結構馴染むのに時間がかかる傾向があります。硬いです。最初硬いので履き始め靴ずれしちゃったりとか足痛くなったりして履き馴染むまでに時間がかかったりします。そうするとやっぱりその靴なかなか履かなくなるじゃないですか。そうすると自動的に馴染みも遅くなると。果たしてそれはいいのかなという気もするので、そういう点では馴染んでいく、そして修理前提にグッドイヤーウェルテッドが使われてるんで、そういうのも考えていくといいんですけど、そういった最初の履き始めにちょっと問題があるというか、それを乗り越えてこその良さが生まれるんですね。逆にセメント製法っていうのは一般的には柔らかいことが多いです。なぜかというと、そういった使う素材が少ないこと、使う素材も薄い場合が多いです。だから柔らかいですね。でも逆に言えば柔らかいということは馴染んでいくイコール劣化になってくるんで、長持ちしないこともあります。修理が全くできないかといったらそういうことはないんですけど、一般的には修理は前提にしてない作り方ですね。だから一足の靴を大切にこれから履いていきたい、安い靴をいっぱい買って履き潰すんじゃなくて長く一足履いていきたい場合は絶対にグッドイヤーウェルテッドの方がおすすめです。ただちょっと今日歩くから馴染んでないグッドイヤーの靴はちょっと厳しいなとか、見た目がグッドイヤーの場合ってちょっとごつくなる傾向にあるんで、もう少しすっきりした靴をデザイン的に履きたいなみたいな場合はセメント製法の方が適しているかなと思いますね。じゃあ実際に革靴を買った後
にまず最初新品の靴が手元にあってそれを履いていくと思うんですけど、より上手に、より早く自分の足になじませるには何かこう工夫できることはありますか？そうですね、やっぱりクリームをしっかり入れることですかね。買った後って、その店の状況にもよりますけど、長く在庫されていた場合って皮乾燥したりするので、乾燥すると皮って硬くなりますので、履く前にクリームを入れてこうしっとり水分を入れること、これは履く前にはほぼ確実にやった方がいいですね。あとはいきなり外で履くのもいいんですけど、室内でちょっと履いてなじませる期間っていうのがあるとよりいいです。室内で靴履くの抵抗がある方もちろんいると思うんですけど、やっぱり革って足になじむのに時間がかかりますんで、いきなり外に出ると出ちゃったら替えの靴持っていかない限り歩かないといけないじゃないですか。で痛くなったらどうしようもないんで、痛くなる前にちょっとの期間脱ぎ履きできる、例えば会社での室内履きにするとか、家でちょっとこう何か作業する時にちょっとだけ履いてるとか、歩かないけど履いてるみたいな、そういうなじませの期間があると外に出た時の自分へのダメージも少ない場合がありますし、いきなり硬い状態で外に出ると結構削れるとこ削れる、そういうのを抑えられるっていう点ではおすすめですね。あとはどうしても硬い場合はもう思い切って曲がる部分をグイグイとマッサージしてやる、シワの入るところを少し揉んでやるみたいなことやると皮が柔らかくなって、最初こう作った時って接着剤とかで結構部材同士がガチッと固定されてるんですよね。なのでそのこうほぐすという意味でもグイグイとマッサージするようなのは割と効果があります。新品の靴をこう少しずつ履き慣らしてもやっぱりちょっとかかとが靴ずれしちゃったりとか、あとは指先になんか豆みたいなものができかけたりしたんですけど、その靴って履き慣らしていくと気持ちよく履けるようにちゃんとなってくれるんでしょうか？全ての靴ずれする靴が耐えればいつか靴ずれしなくなるというわけではないですね。これやっぱり木型との相性、こういう木型がそもそも自分の足に合ってなければ、力風でなんとかなることもあればならないこともあります。そういう靴は悲しいながらも、ちょっとこれはダメだったなっていうこともあるかもしれないですね。履き込んでいく気合があれば手としてはいくつかあります。まずは靴修理屋さんに持って行って、例えばねサイズ調整ができるような靴修理屋さんとかであればちょっと見てもらって、何かこう靴の中にクッションとか入れてもらうとかして、履き心地が良くなることによって靴ずれしなくなる場合もあります。あとは例えば小指が当たるみたいなことですね。こういうところ皮がどうしてもこう硬くて当たってしまう場合は靴修理屋さんに持って行って部分ストレッチみたいなのがあったりします。メニューとして部分ストレッチっていうのは、皮っていうのはぐーっと負荷をかけると伸びてそのまま固定される性質があるので、この当たる部分を広げる、ちょっとですけどね、大幅には広がらないです。なんですけどちょっと広げることによって痛みがなくなったりとか、あとはそうですね、タンパッドとかってこういうベロの裏に貼るクッションみたいなのがあるんですけど、それを入れることによって全体のフィット感が高まって靴ずれしにくくなったりとかっていうのがありますね。あとはやっぱり皮が硬いのが原因の一つなんで、しっかりその当たる場所にクリームを入れて揉み込むとかで皮を柔らかくしていく、それを根気よく続けることによって気づいたら履けるようになってたみたいなこともあります。毎日履いた後にやった方がいいケアと、あとは何回か履いた後に間を空けてやった方がいいケア、それぞれ教えてください。はい、毎日履いた後ですねに必ずやるべきなのはやはりシューツリーを入れることですね。これシューツリーって履いた後すぐに入れるか入れないか論争みたいなのあるんですけど、僕としては、履いた後すぐ入れた方がいいかなと思いますね。なぜかというと、皮ってこう汗で締めるじゃないですか。でシワの状態で固まるのが良くないってさっき話したんですけど、水分が抜ける時に固まるんですね。固定化されます。皮っていうのは濡らして何かその状態で放置すると乾いた時にはその状態で固まるんですよ。なのでこう水分で濡れてる状態でシワが入ってる状態でそのまま乾くと固定化されるので、その前に入れてシューツリーを入れた状態で乾かすっていうのがおすすめです。一応理想的なのはブラッシングですね。ホコリを落とすのがいいとされてます。実際そうですね。やっぱり外歩いていくとホコリね、砂やらホコリやら何やらいろいろつきますんで、それがこう
の表面にずっとついた状態だとホコリに水分油分取られますし、たまり汚れの原因にもなったりするんで、軽くクリームとかいらないんで軽くブラシでこうさっさと表面のホコリを払ってやる。これだけでかなり長持ちの要因になります。で、何度か履いてケアするときはやはりクリームとブラシを用意して、まずこのホコリついた状態でクリームを塗り込むということは、こう皮にホコリを塗り込むのと同じことになってしまうので、まずブラッシングを同じようにして、でそこからクリームを塗るんですね。この前に汚れ落としっていうのを挟んだりしますけど、これは割と好き好きだったりもするんで、汚れ落としっていうのはあれですね、こう表面についた汚れを落とす靴専用の液体なんですけど、それをやるのもおすすめです。でその後にクリームを入れて、でクリーム塗ったら乾かして、でブラッシングをする。そうすると見るからにツヤが出てきますし、皮のこう張りが戻っているような感じがしますので、このクリーム塗ってる段階から皮がクリームを吸っていくのが感覚的に分かります。それをやった後に何でもいいんで布ですね、で軽く拭いてこうベタつきをなくしておくっていうのも大事です。なぜかというと、ベタつきがあるとまた次外に出た時にホコリを吸い付きますよね。そうするとなんていうか、靴磨きしたのに結局汚れやすくしてるみたいなことになっちゃうんで、ブラッシングをしてクリームをなじませた後に余計なクリームを布で取り切るっていうのが、ワン工程として、必ずやってほしいところだと思います。靴を長く履きたいんでクリームたくさん入れたいんですけど、毎回履いた後に靴クリーム入れていいんですか？それとも何回か履いた後に靴クリーム入れた方がいいんだったら、大体何回ぐらい履いた後にクリーム入れた方がいいんですか？なるほど。好きな人、靴磨き、とか靴好きな人って磨くために靴を磨くみたいなところがあったりするんで、毎日靴クリーム入れるのが悪いかっつったら僕はそうでもないかなと思いますね。皮の状態見ながらですけど、明らかにこう湿ってる感じが残ってたら入れない方がいいですけど、普通にさらっとしてたら入れて、結局しっかり最後に余計なクリームを拭き取ってしまえば、入れれば入れるだけクリーム吸うわけではないんで、しっかり最後に拭き取ってやってれば毎度毎度クリーム塗っててもいいかなとは思います。何回履いてからっていうのはもうこれも履き方にもよるし、履いた時間にもよるんですけど、例えば週1回その靴を履くんだとしたら、月1回やった方がいいんじゃないかな。週2回履くんだったら月2回ぐらい、そんなイメージですかね。週1回履くんだったら、だからそう4回に1回ぐらい。頻度高くないですか？でもそんなもんじゃないですか。僕は全然やらないけどなんか巷でよく言うのって、最初に3足買って3日に1回のローテーションで、そうすると月10回履くことになるから月1回みたいな、10回。でも正直なところ月10回履いてそのままにしてたらめっちゃ汚くなりますね。多分なりますね。1回履いただけで結構汚れる、ほこりっぽくなるから、その皮の質にもよりますけど、多分革靴履くからには綺麗な状態で履いた方がいいと思うんで、それだけで全然見え方違うんで、10回連続で履いてるとさすがにちょっとボロ靴感が出てきそうな印象ですね僕はだから余裕ある人は、月1回目安にすれば確実ということですね。でちょっとさっきのそのシューツリーいつ入れるか問題、入れるか論争みたいなのがあって、大きな派閥って脱いだらすぐ入れる派閥と、一晩置いてある程度こう湿気を逃がしてから入れる派閥で、さっきケンさんは脱いだらすぐ入れるのがおすすめだよっておっしゃってたと思うんですけど、一晩置く派閥の主な意見として、履いた後の湿気が靴の中に溜まってて、でシューツリーをすぐに入れちゃうとその湿気が逃げられないからかびりやすくなるっていうのが、主な主張だと思うんですよ。そこに対してはどのようにお考えですか？そうですね、僕としてはシューツリーってそんなに密閉するような蓋のようなものではないんで、一般的に市販のものであれば先端がバネでこう開くようになってたりとか、上も下も割と隙間があるんで、逆にぴったりビッチビチのシューツリーって、市販のものではまず無理なんで取り外しができなくなっちゃうんでね。だから隙間があることを考えると、湿気は逃げるんじゃないかなと僕は思いますね。
あとは湿気っていうのは別にライニング側から全部放出される、これ正直言って実験したわけじゃないんで何とも言えないんですけど、ライニングからだけじゃなくてアッパー側からもわずかに出てると思うんで、なんで先に集中量を入れることによってそれでカビるっていうのは僕は経験したことはないですね。ただそれで入れて靴箱に入れてカビた、それ靴箱がカビやすいかもしれないですね、もともとなのかなと僕は思ってますね。ケンさんの意見としては脱いだらすぐシューツリーは入れるべきだよ、そうですね、脱いだ靴をすぐに靴箱に入れるのはあんまりおすすめできないですか？それはそうですね。それは一晩ぐらいは玄関に置いといた方がいいんじゃないかなとは思いますけどね、怒られない限りは、靴を履いていたら雨に降られちゃって結構土砂降りでじっとり濡れちゃって、靴底から水が入ってくるぐらい雨に降られちゃったんですけど、もうびしょびしょになっちゃった靴ってどういうふうに対処すればいいですか？そうですね、中に新聞紙をまず入れてグッと崩れない程度に新聞紙をね、裏の皮の水分を吸わせたりなんかして、表面はもちろんしっかり拭いて、ソールも適当な雑巾で拭いて、取れる水分は取った上で、その状態ってすごく型崩れしやすくなってますんで、皮っていうのは水がダメなわけじゃないんですけど、水に濡れると型崩れしやすくなるんで、また乾いた新聞紙突っ込んで、型をしっかり戻した状態で、直射日光良くないから風通しのいい日陰で干すっていうのがいいかなと。で1日じゃ乾かないんで、何日かその状態で新聞紙を入れ替えつつやるのがいいかなと思いますね。で皮の表面乾いてても靴底とかって結構分厚い皮を使ってたりして、中はまだ湿ってたりするんで、本当びしょびしょに濡れたら1週間ぐらいは乾かす時間に当てた方がいいと思います。でその後かなり皮カサカサになるんで、しっかりいつも以上のケアクリームをしっかり塗り込んでブラッシングするっていうのをやるのがいいと思いますね。ケアつながりで表面磨きっていう言葉を聞いたことがあるんですけど、表面磨きって何ですか？表面磨きは鏡の面のように磨くということで、主につま先とかかとに強い光沢を出す磨き方ですね。これ使うのがさっき4種類あるって言ったクリームの一つのワックスをメインに使いますけども、ワックスってロウ分と油分の集合体ですねの固形のやつなんですけど、それをつま先とかかとに塗り込んでいって、それでちょっと皮の上にロウの膜を作って、それが輝くっていうのが表面磨きです。これはさっき言ってた乳化性クリームを塗ってブラッシングをしてみたいな、皮そのものの質を維持していく、質を高めていくケアとはちょっと違って、見た目的に輝かせてきれいに見せるっていう意味でのケアですね。じゃあ表面磨きは絶対にやらなきゃいけないっていうわけじゃないですか？全くないです。逆に表面磨きずっとしたままでいると、やっぱりこの表面磨きしたところ、ローでピカピカになって膜の部分ってクリーム入らないんで、そこはある程度たまに表面磨きを取って皮の素を出してからまたクリームを塗るっていうのをやらないと、皮の状態としては良くないと思いますね。ぶっちゃけ革靴って何年履けるんですか？ぶっちゃけ革靴は何年履けるか、これは難しいですね。なぜかというと、さっきからね散々言ってるんだけど、人にもよるし履き方にもよる、靴にもよるんですね。全部解説していきますと、まず週に1回履く靴と週に7回履く靴では全く1年のうちの登板回数が違うんで、当然それだけ寿命は変わりますよね。っていうのと、堅牢な靴と繊細な靴って、素材だったり作りによってあるんで、当然堅牢な靴の方が長く履けるっていうのはあります。そういう中で一般的に僕がよく言うのはと言っても、僕自身がまだ今31なんで何十年も履いたことってないんで、いろいろねお客さんとか知り合いとかからいろいろこの靴はどれぐらい履いてるんだみたいな、どれぐらいの使い方でどれぐらい履いてるみたいなのを聞いたり自分で感じた結果の話でいくと、週2回ぐらい履いて修理を重ねていけば2から30年ぐらいはいけるんじゃないかなと思ってますね。でこの修理をすればっていうのが大事で、靴を買ったらそのまま履いていって20年30年持つっていうわけではなくて、その間にはかかとがすり減りますよね。つま先もすり減ります。で靴底もすり減りますね。なのでそれを定期的にちゃんと適切なタイミングで修理屋さんに出す。
ちゃんとした修理をすることによって長持ちにつながります。だから2、30年履くうちにおそらくトップリフト、かかとの一番減る部分ですねの交換はおそらく年に1回は最低はやると思うので、20回30回はやってるし、オールソールってその頻度だと多分3年か4年に1回ぐらいはやると思うんで、そうするとオールソール交換を5回とか6回とかやってますよね。オールソール交換って無限にできるわけじゃなくて、このウェルトっていう、これグッドイヤーウェルテッドとかハンドソンウェルテッドでの話なんですけど、修理を前提として作られている製法なので、それを2つを前提に話すと、このウェルトっていう再度縁の部品があるんですけど、これがどんどん穴だらけになっちゃって使えなくなるんで、このウェルトも交換する必要が出てくるんですね。ただそれもできるようになってるんですよ、うまく考えられてて。なので、一般的にオールソール交換ってほぼ確実に2回はできます。この縫いの細かさとかコバの幅とかにもよるんですけど、ほぼほぼ一般的な既製靴であれば2回は確実にできます。3回目でリウェルトといって、このウェルトごと交換しなきゃいけない可能性がありますね。となると6回オールソールするには3回リウェルトをすることになります。もしかしたら場合によっては中底の交換もその間にしなきゃいけないかもしれない。ただこれもできるようになってるんですよ。それだけ手間がかかるんで修理金額はやっぱ上がるんですけど、靴のそう修理可能で、じゃあ修理不可能なところってどこなのかって言ったらアッパーですね。この上部は、ここはやっぱり修理できないことはないんですけど、ソールのように部材そのものを交換していくっていうことができないんで、これが上部が基本的には靴の寿命を決めることになりますけど、そういう意味では20年30年は割といけんじゃないかなと思いますね。これも素材にもよるんで何とも言えないところなんですけど、平均するとちゃんと使っていけばそれぐらいいけますよと言いたいところですね。実際に自分でまだ30年履いた革靴がないというそうなんです。ことですね。身をもって証明はできないけど、そういうふうに一般的に言われてるし、それぐらい時間経ってる靴も実際僕見てるんで、それぐらいいけると思いますね。さっきその適切なタイミングで修理をすればっておっしゃってたと思うんですけど、その代表的な修理でいうとトップリフト、かかとの交換と、あとはつま先がすり減ってきてっていう修理だと思うんですけど、この辺まで削れてきたらみたいな目安とかってありますか？ありますね。トップリフトっていうのはこの革の積み上げっていうこのかかとのこの厚みの部分ですね。これ一番上だけが交換できるようになってます。それ以外は全部まとめて釘打ちされてるんで基本的に交換しないんですけど、一番上だけを取っ替え引っ換えやるっていうことになって、この厚みが終わる前ですね。つま先の場合はウェルトが削れる前、ソールの場合は穴が開く前ですね。これ以上削れると本来交換するべきでないところまで交換しなきゃいけない、イコール、靴に余計なダメージが加わるということになりますので、適切なタイミングというのはつま先もソールもヒールもそうですけど、この交換できる部材がなくなる前ですね。それより先に行くと別なところにダメージが行く前、それが適切なタイミング。そうです、はい、革靴をどんどん長く履いていくとエイジングをしていくと思うんですけど、靴に限らず革の特性であり魅力、エイジングってどういうふうに変わって変化していくんですか？そうですね、革によって方向性は違うんですけど、基本的にはツヤが深くなりますね。見た目美観のところで言うと、磨いていくことによって革の表面の毛穴って結構ボコボコしてますけど、それが摩擦によってブラシや履いていく時の表面に摩擦が加わって凹凸が取れていく。それによってツヤが上がってきますっていうのと、クリームを塗っていくと油分やロウ分がしっかり革に馴染んでいって、科学的に実際にどう表面が変化してるっていうのは僕は知らないんですけど、ピカッと輝かせる表面磨き、ワックスでロウのツヤを出すっていうのとは違う、革そのものがじんわりと光沢を出してくるというような感じになりますね。あとは茶色の靴であれば色が変化していく、薄くなったり濃くなったりっていうのは革によって違うんですけど、だったり黒の靴だったり逆にちょっと色抜けしてちょっとグレーっぽくなったり茶色っぽくなったりみたいないう風になってきて、そういうもちろん革靴の新品って綺麗なんですけど、
履いてシワが入って傷もついて、だけどこう全体的に艶が上がっていって色も少しなんていうかこうアンティーク家具みたいな、ちょっとこう全体にグラデーションがかかってるこう一つの単色ではないなみたいな、そういう雰囲気っていうのが出てきて、やっぱり履き込まれた靴っていうのはオーラが出てきますね。世の中には新品の状態でずっと保ちたいっていう需要があると思うんですよ。バッグとかも靴とかも、まあ服とかも新品の状態が最高で、あとは劣化していくっていう考えもあるのは分かるんですけど、で実際そういうものもあると思いますね。ただ使っていく時間の積み重ねで得られるオーラとか質感っていうのはお金では本当に買えないんで、どれだけ高いお金払っても自分の足に合って、だからこそこの経年変化をしてきたその靴っていうのは手に入れることができないんで、長く使えることによって得られるそういう経年変化を楽しめる素材、革っていうのはそのどんな高級品にもない贅沢さがあるかなと思いますね。そうですね。中古のすでにこう履き古された靴をお金を出して買ったとしても、その新品からその状態になるまでの時間は買えないよっていうことですね。そうですね。いい話だ。うん革靴をどんどんはまっていくと、お店にもう完成している靴を買う以外にも自分でオーダーをして靴を作ってもらう世界があるっていうことにももしかしたら気づくかもしれないんですけど、で実際にケンさんキッシュ・ザ・ワークっていうオーダーのブランドをされているので、ざっくりと既製靴とオーダー靴ってどういう違いがあるのか教えていただけますか？そうですね。オーダーといっても様々ありまして、オーダーの中でも大きく分けてパターンオーダーとフルオーダーっていうのがありますね。パターンオーダーっていうのは決まったデザイン、決まった素材、決まった履き心地の中から組み合わせて自分が欲しいものをカスタムして作るものですね。フルオーダーっていうのはデザインも自分の好きなように、だからもう完全なるワンオフです。足も自分に合わせてみたいな、そういう、全てをオーダーするからフルオーダーって言いますけど、同じオーダーものでもかなり毛色が違いますね。既製品をやってるメーカーの中でもちょっとこれを別な革で作ってくれないみたいな、そういうオーダーもあるんで、既製品からオーダーまでっていうのは全く違うものっていうわけではないですね。ただ既製とオーダーの大きな違いとしては、物がそこにあるかどうかだと思いますね。既製品っていうのは、そこに作られたものをこれが気に入ったかどうかでその場で買うんで、目の前に物がありますよね。でこれを見て履いて気に入るかどうかですけど、オーダー物っていうのは物が目の前にないので、見本とかそのメーカーの作例とかを見て、どんな靴が出来上がるのかなっていうのを想像しながら買うっていうのがあります。これどっちも面白さで、既製品だからこそ生まれる名作っていうのがあるんですね。例えばエルメスで言えば、じゃあカバンバーキンってありますね。あれはオーダーものではないですね。ああいう既製品の形だからいいね、みんな憧れるみたいな、その靴にもあって、ジョン・ロブで言えばフィリップとかチャペルとか、そういうそのメーカーそれぞれの色が出たアイコン的なモデルっていうのが存在しますね。一方でオーダーものっていうのは一点物だからこそブランドアイコン的なものにはなりにくいんですよね。なぜなら一人しか持ってないから。だから既製品の楽しみっていうのは、いつかあれが欲しいなとか、自分は有名なあれを履いてるんだ、持ってるんだっていう、そういう心の高ぶりっていうのがあると思うし、オーダーの楽しみっていうのは、この世の中に自分のこれだっていう気に入った欲しいものがないから、もう自分好み、このど真ん中ストレートを自分のために作ってもらう。どんな出来上がりになるんだろう、楽しみだなっていう、そういう楽しみ方ですよね。でさらにオーダーの楽しみのもう一つとしては、基本的にそのオーダーを受ける側とオーダーをする側、お客さんと制作側ですねが話し合って作ります。パターンオーダーでもフルオーダーでもそれは同じなんですけど、一部ネットでは違いますけど、こうやって対面でする時には話し合って作ります。そうするとこういうのが欲しいんだっていうお客さんから言われたことを、そのまま制作者が全部分かりましたっていう場合もあるし、
そうじゃなくていやこっちの方がいいですよとか逆にこういうのはどうですかって提案したりみたいなそういう対話からオーダー品を生み出していくみたいなところもあって既製品っていうのはそこにあるものを買ったらこれで終わりですけどオーダーものっていうのはできるまでの期間がある楽しみで待つっていう期間の楽しみとあとオーダーする時の対話してなんかいいものが作れたみたいなそういう楽しみがあるかなと思いますね。あとはですね既製靴っていうのはそこにあるものを買うんで自分の足に合うかどうかっていうのは賭けですけど運ですけどオーダーものだとフルオーダーの場合はもちろん個別にお客さん専用に木型を製作しますんで、ぴったり足に合うものだしパターンオーダーでもちょっと足に合わせた修正をかけてから作ったりとか、パッと見は同じその見本と同じなんだけどちょっと自分の足に合わせてカスタマイズできたりとかっていうのが調整が入ることがあるんで履き心地の面でもアドバンテージがあることが多いですね。じゃあこれで一通り聞けたと思います。はい、ということで今日はプロリスナーに革靴に関する初心者的な質問からちょっと込み入ったところまでたくさん質問していただきました。やっぱりどうしてもこういう話って一概には言えないとか革による人によるみたいな曖昧な部分があるんですけど分かりやすくパッとこうですとは言えないんですけどいろいろね靴を調べたり見たり履いたり経験する中でなんか一つ自分のこうだみたいなこだわりが生まれてくると思うんでそういった靴経験みたいなのも楽しみの一つかななんてね思ったりします。今回の僕個人としての意見なんで、参考程度に聞いていただいて、何か困ることがあったらちょっと見返して何て言ってたかななんてね見てみてください。ということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。